不動産屋さんの階段です。これは不動産業者の石川さんからいただいた、その勤めている会社にまつわるお話です。今から数年前のこと、石川さんは会社の東京都 S 区にある支店を任されるようになったそうです。その支店は S 区の中心にあり、すぐ近くには大きな公園やお寺がありました。石川さんは霊感があり、商売繁盛の祈願のため、毎朝出勤前にそのお寺にお参りをしていたそうです。さて、会社がその都心の支店を開業してから間もなく、お店では不可解なことが起きてきたというのです。石川さんは毎晩7時半頃まで事務所で仕事をしていました。最初にふと気になったのは、目線の先に何かが通り過ぎるような感覚がしたことでした。気のせいだろうと思い、誰にも言わなかったそうなのですが、なぜか女性が通り過ぎているような感じがしたそうです。そして別の日の夜でした。石川さんが事務所に不在の時、事務所の奥の誰も使っていないミーティングルームから誰かがパソコンのキーボードを叩く音がしてきたそうです。このキーボードを叩く音は石川さん以外の社員全員が聞いていました。みんな不可解ではありましたが、あえて部屋を確認しに行かなかったということでした。そしてさらにその翌日です。石川さんが朝出勤してみると、社員の一人の閉じたノートパソコンの間に女性の長い髪の毛が挟まっているのを見つけました。でも当時は支店には女性社員は一人もいなかったのです。その社員は昨夜のキーボードを叩く音を聞いた一人でした。また社用の携帯が勝手に発信されていたりと、妙なことがたびたび起きていたそうです。ただみんな自分の仕事をこなすので忙しく、特に困ることもなかったので、些細な奇妙なことにはいちいち注意を払いませんでした。そして半年ぐらい過ぎた頃でした。順調に進み忙しくなってきた支店では、パートの女性を雇うことになりました。最初24歳の若い女性を雇用したのですが、すぐにおかしなことになりました。その女性社員は彼女の自宅のマンションの6階から転落したのです。どんな事故でそうなったかは全く分かりませんが、一命は取り留め、現在リハビリ中だそうです。次に雇ったのは40代の女性恵子さんでした。しばらくは何事もなく恵子さんも仕事に慣れてきた頃でした。ある日恵子さんがお昼休みに妙にぼーっとしていたのです。その様子に石川さんが変だなと思っていると、急にスッと立ち上がり、社外にスタスタっと出て行きました。その後他の社員が外で彼女が無遊病のように歩いているのを目撃していましたが、昼休みが終わっても帰ってきませんでした。石川さんは勘が鋭いので、すぐ蓮向かいの交番にいるとピンときたそうです。社員に見に行かせると、案の定恵子さんは交番で保護されていました。石川さんも名刺を持って交番に駆けつけましたが、その時はすでに救急車で病院に運ばれるところで、恵子さんは真っ青な顔でストレッチに横たわっていたそうです。そして彼女が病院に搬送されたその日の夜、事務所には社員の佐藤君が一人だけ居残って仕事を続けていました。しばらくして佐藤君は妙な違和感を感じ、ふと目線を上げたそうです。するとそこには女性の下半身だけがありました。佐藤君は霊感があったそうで、その下半身の女性を見たとき、それは今入院中の恵子さんだと思ったそうです。次の日の朝一番、石川さんはいつものようにまだ誰も出社していないオフィスの明かりをつけ、一番奥の自分の机の前に座り、パソコンを立ち上げてメールのチェックなどをしていました。すると石川さんの席から数メートル先にあるパティションの奥に黒い人影が入っていくのが見えました。一瞬、気のせいかなと思ったのですが、数分後にその奥にあるトイレのドアが
いつの間にか開いているのが見えました。石川さんは嫌な予感がしてきました。しばらくして出社してきた佐藤君から昨夜下半身だけの女性を見た出来事を聞きました。そして石川さんも佐藤君もひょっとして恵子さん亡くなっているのではと思ったそうです。でも1週間後に彼女がまだ生きていたことが分かりほっとしました。2人が見たり感じたりしたものは恵子さんの生き量だったのか別の何かだったのかはいまだに分からないそうです。さて負の連鎖はまだ終わっていません。恵子さんの次に雇った女性は働き出して間もなく不正出血が続きすぐ退職してしまいました。最近勤めていた女性社員は3人なのですが、そのうちの1人は左肩が痛いと訴え、また残りの2人は共に1週間の原因不明の高熱が続き、そのうちの1人は通勤中に階段から落下して人体損傷したそうです。そして今も現在進行形で心霊現象が起きています。事務所の机は学校の教室のような配置で、石川さんが一番奥で全社員の机を見渡せられるようになっています。左右の壁はガラス窓で隣のビルの外壁しか見えないのですが、どの社員も動いていないのにそのガラスに人が映るそうなのです。大半が女性で長い髪ということしかわからないということです。石川さんが朝事務所で一人の時はラップ音がトイレの方から聞こえたり、エレベーターが無人のまま勝手に動いて石川さんが都合の良いタイミングで乗れるようになっていたりと奇妙なこともたくさんあるそうです。ただこれだけは言えるのですが、この視点ではほとんどの女性社員に何かしらの災いが起きているのです。でも男性社員には何も起きていないというのが不思議です。逆に石川さん自身の運気が上がってさえいるそうなのです。なぜなのかは分かりませんが、ただ一つ気になることが霊感の強い石川さんにはありました。この支店のすぐ近くにお寺があって、石川さんは毎朝参拝していると冒頭でも言いましたが、このお寺はもともとはお墓だったそうで、それも遊女の亡骸を葬った墓地だったのです。毎日参拝に来る石川さんに遊女さんたちが興味を持ったのかもしれません。また石川さんはお寺内で不思議な人を見ることがたびたびあると言います。半年ぐらいずっと同じ格好の男女を見かけていたそうです。それは時代遅れの T シャツを着た女性と長い髪を束ねた色黒の男性を見ることがあったのですが、その人たちの目は白目がなく真っ黒だったそうです。お寺の至近距離にあるこの会社の支店の建っている土地は、元はどんな履歴があるのか調べてみたら、女性だけに災いが起きる原因がわかるかもしれません。以前は遊郭の置屋だったり、遊女同士がお客を取り合った女の戦いの場所だったのかもと思いました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。